はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと発表することがありまして、なんと、直樹マンとミューズさんとの第3弾コラボが発売されます。パチ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 。正確には過去2年2回 H フラクタルさんとのコラボだったんですけど、今回はミューズさんとのコラボになります。ミューズはフューチャーアーバンリラックスをテーマにした品質にこだわったブランドで、東京コレクションに出ていたりもしています。見てわかると思うんですけど、今回はさらにかっこよく仕上がりましたよ。アイテムは新しくスウェット、そしてパーカー、マスクとキャップになっています。スウェットのデザインは胸元に直木マンションとミューズ、中央にキューブと01と書かれているんですけど、これはコンピューターの仕組みが0と1でできていることを表しています。中央に仮想現実から目を覚ませというワードと直木マンションの頭文字です。背景には本当偶然なんですけど、最近世界中に出現しているモノリスに黄金比の数値が描かれています。パーカーのデザインはバックに仮想現実のブラックキューブがドカーンと神秘的なプリントになっています。キャップは先ほどのモノリス、そして今回はなんとマスクも用意しました。2色展開です。めちゃくちゃかっこいいですよね。実際今僕が着てるんですけど、こちらがパーカーでバックプリントがこんな感じになっています。そしてこちらが新アイテムのスウェットになります。キャップがこんな感じで、マスクが黒と白の2色展開になっています。今回ちょっと用意することができなかったんですけど、今回はカラーバリエーションが豊富で、スウェットが黒、ベージュ、ブルーグレーですかね。そしてパーカーが白、黒、そしてベージュになっています。そして今回購入特典がありまして、合計購入金額2万円以上、抽選15名様に Zoom にて約3分間の2ショットオンライントークを行います。この顎と喋りたい方、ぜひ検討してみてください。今回も完全受注生産なので、期間は12月26日、本日から下にリンク貼っときますね、サイトの。1月3日までになっています。都市伝説要素がたくさん入っていて、かなりかっこよく仕上がったので、ぜひみんなにも来てほしいので、気になる方、チェックしてみてください。今日もセカンドチャンネル深掘り動画になっています。久しぶりのミステリー未解決事件。今日は突然失踪したマレーシア航空370便の深掘りをしていきたいと思います。割と最近の事件なのでみんなも覚えてるかと思います。ここまでね、大規模なミステリー失踪事件なのに、数年経ったらもう語られなくなるってちょっと恐ろしいですよね。普通に考えてこの事件かなり謎が多いですよね。突然みんな失踪しちゃうんですよ。飛行機ごと。そんなことがこのご時世あり得るのかって感じですよね。このミステリー事件、何が不可解なのか、ちょっとみんなで見ていきましょうか。2014年3月8日、乗員12人と乗客227人の合わせて239人を乗せたマレーシア航空370便がクアラルンプール国際空港を出発しました。そして出発から約6時間後の同じ3月8日に北京首都国際空港に着く予定だったんですけど、離陸してから50分後のベトナム南部海上を航行中、スバン空港との通信を最後に370便は忽然と管制塔のレーダーから姿を消しました。この会話を最後にマレーシア航空370便との通信は途絶え、不可解なフライトが始まります。通信が終わって割とすぐ、機内に積んである機体の位置情報や機体異常、フライトを送信する通信機のトランスポンダがなぜか切断され、管制塔がその異変に気づき、次に370便が南へ向かって奇妙なジグザグした路線を進んでいるのをマレーシア空軍のレーダーが捉えました。フライト的にはクアラルンプールに戻っていくような方向に進んで、離陸から1時間40分後、マラッカ海峡上空でマレーシア空軍のレーダーからも消えたんです。また機体自体がピンという位置情報の電波を発信しているんですけど、機体が消えた地点からその後もトータル4時間はその電波を衛星通信が受信していて、空港を出て約7時間後、その電波も途絶えてしまいました。そして航空史上最大規模の捜索が始まります。370便が行方不明になって次の日、飛行機の部品と思われるものが海に浮かんでいるのが発見されましたが、残念ながらマレーシア航空370便のものではないと結論付けられ、他にも失踪からしばらくして衛星画像の分析により飛行機の影らしきものや、また海面に浮かんでいる残骸を見つけたんですけど、これらも370便のものと断定できず、捜索は難航。約20カ国が捜索に協力しましたが、そもそもレーダーから姿を消し墜落した痕跡も見つからず、頼りになるのはブラックボックスの信号だけ
ただブラックボックスは最大約30日間しか信号を発信しないので、各国の支援のもとできる限りの捜索は続けられましたが、結局何の手がかりも見つけ出すことができず、失踪後1週間が過ぎた頃からはブラックボックスの電源が切れた可能性が高まるため、信号による音波の探知だけでなく、カメラやソナーを搭載したアメリカ海軍の無人低水艇ブルーフィン21による海底捜索を行いました。ブルーフィンによる調査は約2000キロ海域、そしてその他12万キロに及ぶ水中調査がされましたが、それらをもってしても機体、乗員、乗客誰一人として見つけることができなかったんですね。こんだけ最大規模の調査をしても全くかけらが見つからないって何かがおかしいですよね。また何がこれ怪しいって、失踪当初からマレーシア政府は見つかった残骸を早い段階で違う飛行機のものと断定したことや、最後にレーダーに映っていた位置情報を3日遅れで報告したりと、情報の公開が遅かったなどの批判が相次ぎ、そこから様々な事件の憶測が飛び交うようになったんです。普通こんな最大規模の失踪がね発生したら、少しでもね手がかりが見つかったらすぐ報告しますよね。それがめちゃくちゃ遅れていたそうなんです。まずはハイジャック説。当時一番に考えられていたのが何者かのハイジャックによる犯行でした。それを踏まえ乗員乗客のリストを調べたところ、偽造パスポートを使い飛行機に乗ったと考えられる人物が2人発見されました。ミステリアスな展開になってきました。その人物を防犯カメラなどで確認し、その素性を調査したんですけど、結局その2人は不法入国するだけの予定だったと報告されました。ハイジャック犯に見られる操縦訓練を受けた形跡もなく、上空1万4000メートルで機体を安定させることは一般人には不可能だと。他には犯行声明を発表した組織とか身代金の要求も一切なかったので、ハイジャック説はなくなりました。次の説はロスチャイルドが関わる噂。一気に角度を変えて陰謀説。これはアメリカテキサス州オースティンにあるフリースケールセミコンダクターズ社の社員20人がこの飛行機に乗っていたんですけど、この会社は独立型半導体などの装置を開発しているとされる会社です。そしてこの会社の半導体の特許を持つ人物が社員の中に4人含まれていたそうなんですけど、ロスチャイルドはこの半導体の特許権を4人と共有していて、その特許の独占を狙うロスチャイルドがアメリカ政府に手を回し墜落させたと。ただこれにはアメリカが真っ向から否定し、ただの陰謀論だと結論付けられました。まあそりゃそうですよね。他にも370便に登場していたフィリップ・ウッズという人物から1通のメールが送られてきたとされる話があり、この内容が飛行機は秘密裏に着陸させられ、乗員乗客はディエゴ・ガルシア島にある米軍秘密基地に強制連行されているのだと。そしてそのメールには真っ黒な写真が添付されており、このようなメッセージが添えられていました。何か薬のようなものを打たれたせいかはっきり考えることができないが、自分はハイジャック後目隠しされてよくわからない軍人によって人質にされている。私は IBM に勤務しており、この携帯はハイジャック中に隠し持っていたものだ。写真の情報を調べてみると、発信された場所はインド洋に位置するディエゴ・ガルシアという島で、ここはアメリカの CIA が使用しているイスラム教の過激派を収容するための施設があると噂される島でした。そしてこのディエゴ・ガルシア島の近くにあるモルジブ島の島民がマレーシア航空機らしき飛行機が低空飛行しているのを目撃したとの情報も寄せられていて、これはアメリカの何かしらの極秘活動であり、それにより370便の乗員乗客は連れて行かれたのではないかと。しかしこれも送られてきたメールの信憑性やモルジブ島での飛行機の目撃情報が370便ではなかった可能性が出たことにより、ただのタチの悪いいたずらだと片付けられました。そして噂はもう一つ。それは中国のトップレベルの政治家とその息子が腎臓移植の手術を何回かしていて、その腎臓移植のため行われた殺人が発覚しないように飛行機を墜落させたという噂です。ちょっと過激でヤバそうな説。中国は近年違法な臓器売買がされており、これは国際問題になっていました。中国内では富裕層に向けた臓器売買が頻繁に行われていて、その臓器は殺人や囚人または貧困層の労働者から違法に得られたものが多いそうです。政治家の市場により違法な臓器売買と手術が行われたという事実を詳しく知る医療従事者がマレーシアに逃亡し、公に公表されることを恐れ、とある政治家の党派がハイジャックを計画し、意図的に墜落させたという説です。そしてこの墜落を利用し救難活動をしていると思わせ、近隣海域での海軍情報を得る目的で南シナ海やインド洋南部まで侵入していたと批判されていたらしいです。
そんな様々な説がある中、捜索は続けられ、墜落してから1年以上経った2015年7月、墜落現場と予測された場所から西に位置するフランス領レユニオン島で370便の機体、ボーイング777右の翼の部品が発見されました。そこから2016年までに南アフリカやモザンビーク、モーリシャス、マダガスカルなどの地域での複数の機体の部品が発見され、その一部の部品が焦げていることから、マレーシア航空370便は火災による事故が原因だったのではないかとの見解が出てきたんです。まず第一に、北京行きを旋回し、マレーシア方面に戻ったのは、機長が何らかの異常に気づき、緊急着陸のため前方に障害物のないマレーシア北部ランカウイ島にあるランカウイ国際空港へ向かった可能性があるとされました。出発したクアラルンプール国際空港は着陸する際に2440メートルの山を越えないといけないんですけど、ランカウイ国際空港には約4000メートルの直線距離のある滑走路があり、熟練の機長ならランカウイ国際空港に緊急着陸するために進路変更をしてもおかしくはないと考えられていました。そして機内からの通信が途絶えた点について、それは火災が起こったからであり、飛行機で火災が起きた際、一旦メインの回路を遮断し、一つずつ回復させていくのが対応方法らしく、その順番は飛行、操縦、そして最後に連絡の順番で回線を回復させていくらしいんですね。そしてなんで高度を上げ下げさせていたのかについても、もし火災が起きていたとしたら、まず高度を高くして低酸素状態で火を消そうとしたこと、そして急降下による風圧でも火を消そうとしていたことが考えられたそうです。そして火災が起きたことで機内の酸素が低下し、機長を含めた機内の人たちが気絶している間に自動操縦に切り替わり、そのまま燃料が尽きるまで飛び続け、または自動操縦の回線が火災でショートした後に墜落。これによって不可解なフライトが合理的に説明がつくとカナダの上級パイロットが解説しているんですね。しかし2020年2月、トニー・アボット元オーストラリア首相による発言で、当時のマレーシア政府上層が機長の自殺として考えていたことが明らかになりました。その背景にはマレーシア政治情勢が絡んでいたのかもしれません。飛行機を操縦していた機長が熱狂的な野党自民正義党党首であるアンワル・イブラヒム元副首相の支持者であり、このアンワル副首相は機長の遠い親戚に当たるそうです。このアンワル元副首相、1980年代に次期首相としてされていたんですけど、1998年に政策の違いから辞職させられ、汚職と同性愛の罪で起訴、そして有罪。6年間の服役を終え、野党党首として活動を始めました。しかし2014年、マレーシア航空370便失踪事件の前日に同性愛の罪で再び逮捕。5年の刑を言い渡され、それに抗議するため機長自らが飛行機をハイジャックしたとの見解がされました。実際機長の自宅からも事件当時と同じ飛行機のフライトシミュレーションを行っていた形跡が発見されたことから、これが一番有力な事件の真相とされました。機内の通信機がちょうどクアラルンプールの管制塔のレーダーの範囲を超えたあたりで遮断されたことや、ジグザグと旋回していたのはインドネシアとマレーシアの航空レーダーを交互に交わすためであったと予想されました。しかしここまで調査されていたのにもかかわらず、マレーシア政府は機長を務めていたザハリ・アフマド・シャー機長は1万8000時間の飛行経験を持つ熟練した上級パイロットであり、精神テストも何も問題なかった。機長の生活は安定していて自殺する要因はないと公表していたんです。裏では機長を疑うような行動をしていたのに、国民にはそれを隠すように公表したんですね。そして結局マレーシア政府はその後、決定的な状況や証拠を公表することなく、2017年1月に捜査は打ち切られ、2018年5月には航空史上最大のミステリーの失踪事件は、機長が乗員乗客を道連れに心中した大量殺人事件だったと大々的に伝えられました。政府がこれ言うんだったら絶対これ違うって思っちゃいますよね。もう完全にね、陰謀論になってるから、政府が公表することは隠蔽で、おそらく真相は何か裏にあると。しかもこういった事件は一人のせいにしちゃったら一番楽ですからね。全部批判その人にね、集中させちゃえばいいので。それにしてもこのマレーシア航空370便の失踪事件、出発前に謎の荷物が載せられていたことや、乗るはずだった人物が5人もいたなど、未だに残っている謎は多いんですけど、残念ながら捜査は打ち切られ、結局真相は闇の中。皆さんはどう思いますか、この事件。個人的にはマレーシア政府が何かを隠しているっていうのが一番あると思います。
確実にね、その一人のせいにするのは明らかにおかしいと思うので、全てを知っていて、そのメディアにね、そう仕向けたっていうのが、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。